Hi guys! 日本語 V ティーチャーのわさびです。今週は会話でよく使う N4、N3 文法と慣用句、スラングを勉強しましょう。準備はいいですか？母、おっかない。今度からもうちょっと言うことを聞こうと思う。OK。では、今日も簡単な日本語に直していきましょう。母は、おっかない。怖い。今度から、次から、もうちょっと、もう少し、言うことを聞く。アドバイスや注意。例えば、早く寝ましょうとか、宿題しましょうとか、そういうことを聞こう。動詞の移行形です。ましょうと同じ意味です。頑張って何かをするというニュアンスです。誰かを誘うときにも使えます。アーニャはこれから夜が言うことを聞きます。頑張って聞きます。と思う。母は怖い。次からもう少し母のアドバイスや注意を頑張って聞きます。と思います。ということです。最後の動詞、なぜ、思ったではなく、思うなんでしょう。と思った。だけ、パストテンスなので、感想、結論、気持ちを表します。と思う。辞書形、プレゼントテンスなので、今の思い、意見、強い気持ちを表します。これはこれからどうするかという未来の自分のアクションを説明するニュアンスがあります。皆さん、動詞の移行形は覚えていますか？ちょっとだけ復習しておきましょう。聞きます。ますの前がき、I。1グループの動詞です。I を O にします。聞きます。聞こう。読みます。読もう。話します。話そう。2グループの動詞は、ますを取ります。プラス、よう。食べます。食べよう。寝ます。寝よう。3グループはイレギュラーです。そのまま覚えよう。します。しよう。来ます。来よう。勇者アーニャ、最高の冒険に胸の高鳴りが抑えきれない。最高の、一番の、一番素敵な、冒険に、アドベンチャーに、胸の高鳴り、楽しみ、ドキドキワクワクする気持ちが、抑えきれない。抑える、止めることができません。勇者アーニャは、一番素敵なアドベンチャーに、ドキドキが止められないというセリフです。動詞、切れない。動詞、切れません。これはこのセリフのポイントです。動詞のます形からますを取ります。プラス、切れない。切れません。これは最後まですることができないという意味です。アーニャは今、
すごくワクワクしています。抑えます。頑張って静かにします。それができない。少しはできるけど 100% はできませんという意味です。例えば、もうすぐクリスマスです。私はクリスマスが楽しみです。待つことができません。マス系からマスを取ります。プラス、切れない、切れません。待ちきれない、待ちきれませんのように使います。でも、この文法は、このご飯は多すぎます。私は全部食べることができません。食べきれない、食べきれませんのように、ものが多すぎてすることができないという意味で使うことが多いです。少し例文を比べてみましょう。私はこれを食べきれない。人が多すぎて入りきれない。ゴールが遠すぎて走りきれない。ものが多すぎる。数字が大きすぎる。だからできないというニュアンスです。胸の高鳴りが抑えきれない。クリスマスが待ちきれない。悲しくて涙をこらえきれない。気持ちが大きすぎる。だからできないというニュアンスです。クソダサい、なえる。クソ、とても。ダサい、かっこよくない、かっこ悪い。なえる、気持ちが下がる、やる気がなくなるという意味です。かなりカジュアルでちょっと汚い日本語ですね。この場合、クソはダウンと同じニュアンスです。なので、クソかっこいいなどポジティブな意味で使うこともあります。ダサいは見た目、ルックスに使うことが多いです。でも考え方や意見にそれはクールじゃないと言いたいときにダサいよということもできます。なえはよく萌えの反対の言葉として使います。萌えは最近あまり聞きませんが、今でもみんなが知っている有名なオタク用語です。なえるよりももっと嫌いなもの、やめてほしいと思うものには地雷という言葉を使ったりします。これもオタク用語、ネットスラングです。ですが、地雷は本来土の中に埋めて使う爆弾という意味です。このような言葉は嫌いな人もいるので、使うときは注意が必要です。アーニャの冒険は始まったばかり。ポイントです。このばかり、これは多形と一緒に使います。なぜなら、そのアクションは今から少し前に終わった、始まったという意味だからです。授業は今から少し前に終わりました。授業は終わったばかりです。冒険は今から少し前に始まりました。冒険は始まったばかりです。この文法の面白いところは、今より前に終わったことにも始まったことにも使えるところです。ポイントは
どちらも今より少し前にということです。似た文法で、た、ところという文法があります。ところは今かついさっき、今より本当にちょっとだけ前というニュアンスなので、去年日本に来たところですというと少し変な感じがします。去年は今のこと、今よりちょっと前のことではないからです。ばかりは少し前に、まだあまり時間が経っていないと思うことに使います。この少しにはルールはありません。話している人が少し前だと思ったこと全部に使うことができます。ところとばかり、どちらを使うかわからなくなったときは、そのアクションをいつしたかを考えましょう。みんなが今よりちょっと前と思うときはところ、私が少し前だと思うことにはばかりを使います。お前ってやつは本当に肝が据わらない男だね。肝が据わる。度胸がある。落ち着いている。あまり驚いたりびっくりしたりしないという意味です。でもこのセリフは座らない。その否定形、ネガティブなので度胸がない。落ち着いていない。すぐにびっくりするねという意味に変わります。この慣用句では、肝は気力や精神力というニュアンスで使っています。他にも肝を冷やす、肝に銘じるなどいろいろな慣用句があります。でも普通、肝というと内臓、臓器のことです。そしてこの漢字は肝臓、レバーという意味があります。ちなみに内臓、日本語の臓器の名前はこんな感じです。脳、心臓、肺、胃、肝臓、腸などなど。ポイントです。ストレスがあります。お腹が痛いです。あまりご飯を食べたくないです。というとき、胃が痛いですと言います。これだけちょっとスペシャルです。覚えておくと便利です。いかがでしたか？ちょっとした文法を知っていると会話がかなりレベルアップします。ぜひ今日勉強した表現を使ってみてくださいね。そして今日はニュースがあります。今月からメンバーシップを始めました。早速入ってくださった皆さん、本当にありがとうございます。これからも一生懸命活動していくので、ぜひ応援してください。チャンネル登録、いいねもよろしくお願いします。それでは次のレッスンでお会いしましょう。おつわさびーも。バイバイ。